はじめまして、あきらです。白血病になりました。こんにちは。白血病サバイバーのあきらです。今回もこのノートを見まして、闘病期の続きですね。前回までに入院26日目まで、だいたいお話をしています。今回入院27日目、1月の22日です。朝6時起床、だいたいいつものローテーションですね。熱を測って平熱、血圧は上が90台と、やや低めの日が続いていますが、採血が6本ですね、ありました。で、この数日、白血球が、なかなか増えてこないということで、それを増加を促進する注射を打ってるんですけれども、ですからこの日の血液検査の結果などはですね、白血球がどのぐらい増加しているかということで、ちょっと注目するべき、血液検査ということだったと思いますね。病室内でレントゲン撮影があり、また白血球増加の皮下注射もあり、でこの頃は薬をそれほど飲んでいませんで、朝3錠、お昼が2錠ですね。そして夜はちょっと多めで8錠、数日液体下剤を夜寝る前に飲んでいたんですけれども、割と便が出るようになっているということで、下剤の使用は、終わりました。入院28日目を迎えますね。1月23日。で、この日特筆すべきことが一つ、主治医からですね、一時退院という、言葉が初めて出ました。なんとなく看護師さんからはですね、1ヶ月ぐらいをめどに一時退院される方が、結構いますよというお話、それは伺っていたんですけれども、具体的に白血球が、基準値まで上がれば一時退院ということになりますねというお話が、主治医からありました。入院29日目、1月の24日ですね。夜はですね、夜中に何度も目が覚めてしまう。ですが、割とすぐまた寝つけて、この日なども、まず眠れていると、そういうことが書いてありますね。6時に起床して、熱は平熱、36度前半ですね、これをキープと。採血が3本ありました。この採血のデータ次第で朝昼晩抗生剤の点滴を入れていたんですね。これをですね、一旦取りやめるかもしれないというお話が看護師さんからありました。午後1時半頃からですね、血小板の輸血、アレルギーが出たこともありましたが、その後は何回か、特に何もなく、輸血完了と。だいたい1時間半から2時間ぐらいかけての輸血ということになりますね。夕方頃ですね、看護師さんから今後の治療の流れですとか、カウンセリング的な、お話ですとか、そういったことの時間がありました。どういう具合に治療を進めていくのかと、そういった大まかな流れですとか、患者さん自体の、生活環境ですよね、そういったもの、例えば退院して一時退院してどのように生活していけるのかとか、そういったこと、または治療に対する、不安ですとか悩みですとか疑問ですとか、そういったこと、どういうことありますかとか、病気が治って退院できたら何をやりたいですかとか、そういった聞き取りですよね、それがありました。で、この日の朝の血液検査の結果が悪くなかったようで、この日夜の抗生剤の点滴はありませんでした。一旦抗生剤1日に3回とか、入っていたものもストップということで、
輸血以外の点滴はとりあえずなしという状況になりました。入院30日目、1月の25日ですね。夜あまり眠れなかったと、書いてありますね。一応6時に朝自主的に起床しているんですけれども、朝の抗生剤の点滴がなくなったことにより、看護師さんが、朝早い時間には巡回に来なかったんですね。朝食がだいたい8時頃からなんですね。それまでの間、自主的に体を動かす。ただ、前日の血液検査、薬物的な投与ですね、抗生剤などは一旦やらなくていいだろうということになったんですけれども、白血球、赤血球、血小板、これの数値が依然低いと。それでリハビリの時間があったんですけれども、ちょっと血小板の数値も低いしということで、この日中止になってますね。この日から人の少ない時間帯、外来の人が変えられる、面会の人が変えられる、それ以降の時間帯とかですね、だいたい具体的には夕方17時以降ですとか、そういった時間から地下のコンビニへ行ってもいいですよという、お達しがありましてですね、この日、また妻が、面会に来てくれまして、いろいろ差し入れをしてくれたので、この日すぐコンビニへ行ってみるということはありませんでしたけれども、だんだん自分が自由に動ける範囲が広がったという感じですね。それも合わせまして、もしかしたら本当に一時退院が近いのかもしれないなという気がしてはいました。この日も白血球増加促進の注射もあり、また赤血球のですね、輸血もありましたね。そしてだいたい22時頃、就寝、入院31日目、1月の26日ですね、暮れの12月27日に入院したので、ちょうど1ヶ月ということになるかと思いますが、少し早く目が覚めてそのまま、起床と、身支度を整えて、体を動かしてから廊下を歩いて体力維持に努める。この日も平熱で、血圧上が90台、採血がまた3本ありました。採血の結果、血小板の数値が依然低いということで、この日のリハビリも中止になっていますね。で、この日特筆すべきことがありまして、初めて MRI 検査を受けたんですね。何か台の上に横たわってですね、そうすると機械が動いてきまして、頭がその中に入る感じで、なんかいろいろ検査するらしいんですけれどもね、とにかく音がうるさいですよと聞いていましたけれども、確かにガー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 とですね、すごい音がしていた。そして、最後の方はですね、細かい振動も加わって、結構これ耐えられない人もいるという話が聞こえてきてはいたんですけど、なるほどなと思いましたね。ただ自分は特にそれでどうということもなく、時間が割と長かったなという印象は残りましたけれども、大丈夫でしたね。それからですね、この日点滴の針、常に手にどちらか血管から点滴の針が入りまして、その先に管がついていて、その管のジョイントの部分に上から降りてくる点滴の管をつなげまして点滴をする。その針と管の部分、これはずっと刺さったまま。ただ点滴をしないときはくるくると丸めて網か何かで手に固定して保護している。だからつながっていないので手自体はフリーなんですね。そういう状態が続いていたんですけれども、針を刺してからだいたい4日で交換だと。で、長くて1週間まで OK ですよ。
1週間経ったら交換しますよっていうことだったんですね。で、この日ちょうど1週間経ってまして、翌日もしかしたら輸血が入るかもしれないけれども、とりあえず毎日の抗生剤ですとか水分や栄養などの点滴の予定がないので、一旦とうとう点滴の針が外れました。入院32日目が1月の27日、これは土曜日でしたね。夜中に2度目が覚めた後、その後はなかなか寝つけないと。また白血球増加促進の、皮下注射もあったと。血小板の輸血をやるということになりまして、また点滴の針を刺したと。これが1時間半から2時間ぐらいかかるんですけれども、もうとにかく一度かなりひどいアレルギーが出て、それ以降は大丈夫ではあるんですけれども、また出るかもしれないと思うと、やっぱり血小板輸血はですね、いつも身構える感じで受けていましたね。翌日入院33日目1月の28日です。夜中目覚めるたびに熱を測るが、個室にですね、病室内に体温計が、常備されているんですね。で、測りたければ自分で測っていいということで、ちょっと熱あるかなどうかなとか、熱下がったかなとか、自分で測ることができるんですね。何度か測ってだいたい37度前後までちょっと上がって、自分としてはその当時やや高めの熱ということになってましたね。喉が痛いと、それから若干口内炎気味、抗がん剤の影響で、口の中が荒れたりとか、そういうことが起こりやすいと。それまでは特にそういった症状はなかったんですけれども、ちょっと口の中が荒れ始めまして、口内炎が少しでき始めたかなということで、そこが気になると。朝看護師さんが巡回に来てくれまして、熱を測ると37度と、血圧はまた少し下がりまして、上が80代ですね。ですが体調自体がそんなに悪いという感じはないので、体を動かして、廊下を歩いて、体重も横ばいだと。この辺りでは朝食、一応口の中がちょっと痛くなってはいたものの、完食してますね。この日も白血球増加を促す、注射、皮下注射がありました。これはもうずっと毎日、この辺り打っていますね。それからですね、自宅で過ごしている時などは、少し熱が高いとかいう時はですね、入浴ですとかシャワーですとかを控えていたんですね。ですが病院では若干熱が高いぐらいではあんまり関係ないと。とにかく白血球が今すごく低い、免疫が低い状況にある。だから肌を清潔に保つことが非常に大事なんですよということをよく言われてましたね。それからその肌をしっかりバリア、するための保湿、これが必要ですねということをよく言われていました。37.5 度ぐらいまでの熱であるならば、頭が痛いとかだるいとかフラフラするとか、そういった症状がなければ、とりあえずシャワーは入るという感じで、入ってましたね。自分が入院していた、病室、これが無菌室、無菌病棟で、治療を受けている。白血病の場合はですね、抗がん剤を投与したりして、とにかく白血球がとても少ない。だから、免疫が非常に弱い状態なわけですね。ですからいろんな菌が、入ってくるとすぐ感染症になったりとか、そういうことでですね、ことが大きくなってしまう。そういったことを無菌室、無菌病棟でですね、治療を受け続けることによって、避けやすいというかね、そういうことだったんですね。ですからいわゆるそのちょっと熱が出た、それは
ウイルス性の風邪などではないわけなんですね。体調の変化による、発熱という、そういったことが言えたんだと思いますね。ということで今回は入院して、27日目から、33日目まで、そのあたりのですね入院時の状況についてお話をしました。なかなか白血球の値が上がってこない、基準値に届かないんではないんです。もう低いままなかなか増えてこない、これが増えてくれば一時退院ということも言われていたんですけれども、なかなかそこまでいかない。早い人ではですね1ヶ月ぐらいで一時退院される方も多いんですよと、そういうようなことを聞いてはいたんですけれども、もう入院して1ヶ月過ぎてしまいました。さあどうなるのかな、一時退院できるのかなという、そういったですね、感じで、過ごしている毎日、そんな時の状況について話してみました。よし、おっさん頑張れと思っていただいた方はぜひチャンネル登録、高評価、それからコメントなどお寄せいただけたら今後の励みになります。自分が再体血移植を受けてからおよそ9ヶ月という感じなんですけれどもね、今後どうなっていくかぜひ見届けていただけたらと思います。今後もよろしくお願いします。